皆さんこんにちは。バイクファンジャパンです。今回の動画ではソニーから新しく発売されたワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット WH-1000XM6 を開封します。一つ前のモデル WH-1000XM5 との比較を行った結果の感想も動画の後半で述べます。WH-1000XM6 はソニー公式のソニーストアでオンラインで購入しました。開封します。印刷物の箱を開けます。製品サポート登録の勧め、使用上のご注意、使用保証書。専用のキャリングケース。キャリングケースを開きます。WH-1000XM6 は折りたためるのでコンパクトに収納できています。ケースはしっかりとした硬さがあります。これらがソニー WH-1000XM6 の内容物です。製品を詳しくチェックしていきます。USB-A と USB-C のケーブル、ステレオミニプラグのヘッドホンケーブル、長さは約 1.2 メートルです。ソニー WH-1000XM6 本体です。収納するときはこのように折りたたみます。ヘッドホンのユニットは前方へは45度ぐらい、後方へは90度ひねることができます。外装の質感は品質が高い感じがします。ひねる可動だけでなく、開く可動ももちろんできるようになっています。収納時には折りたたみます。スライダーももちろん伸ばせるようになっています。いろいろな角度に可動できるので、頭の形にフィットできるようになっています。収納する際はこのように折りたたみます。収納時はこのような感じになります。スライダーを伸ばし、頭に装着するときはこのような感じになります。続いて、全モデルの WH-1000XM5 との比較結果の感想を述べます。外観、付け心地、バッテリー残量の表示、ケーブルを抜いた時の違い、音質、ノイズキャンセリング、アンビエントサウンドについて比較します。外観の比較。収納時の最もコンパクトな状態はこのようになります。スライダーを伸ばし、使用するときはこのような感じになります。XM5 では収納時に前方にひねります。後方にはあまりひねれません。XM6 では逆になっていて、収納時は後方にひねります。前方にはあまりひねれません。付け心地の比較。XM5 はユニットはいろいろな角度に調整できるので、装着時に特に不満はありませんでした。XM6 ではさらに角度調整できる範囲が広くなり、より頭の形に隙間なく密着できるようになったと思います。そして XM6 では頭頂部にあたる部分のクッションが少し形が変わりました。クッションの幅も広くなりました。逆にクッションの柔らかい部分の厚みは薄くなりました。しばらく装着した感想としては XM5 より XM6 の方が付け心地が少し良くなったと思います。そして XM6 ではより頭の形にフィットできるようになったと思います。圧迫感もほぼ同じような感じで XM6 を数時間装着していても耳が痛くなることはありませんでした。バッテリー残量の表示の比較。iPhone、MacBook Pro でのバッテリー残量の表示は XM5 では 10% 刻みでした。XM6 では 1% 刻みの表示となりましたので、よりバッテリー残量を正確に確認できるようになりました。
ちなみにソニーのアプリサウンドコネクトでは XM5 でもバッテリー残量を 1% 刻みで確認できるようです。ケーブルを抜いた時の違いの比較。XM5 ではステレオケーブルを抜くと自動的に電源がオフになりました。XM6 ではステレオケーブルを抜いても電源がオフになることはありません。電源を入れ直すことなく Bluetooth 接続に自動的に移行してくれるのでとても便利になったと思います。音質の比較。Bluetooth 接続とヘッドホンケーブル接続で音質の比較をしました。私はあまり細かい音質を聞き分ける耳を持っていませんので、あくまでも参考程度に留めてください。基本的に XM5 と XM6 では音質はほとんど同じような感じがしました。強いて言うならば XM6 の方がほんの気持ちミドル部分が豊かになったような気がします。XM6 の方がボーカルが少しだけ豊かに聞こえるような気もしなくもないです。また Bluetooth 接続の場合 XM5 ではケーブル接続に比べて音質の劣化が若干だけあるような気がしました。それに対して XM6 では Bluetooth 接続でもケーブル接続に比べてほとんど音質の劣化がないような気がしました。ノイズキャンセリングの比較。いくつかのシチュエーションでノイズキャンセリングの具合を比較しました。ノイズキャンセリングは XM6 の方がより効きが強くなっています。XM5 でも十分なノイズキャンセリング性能でしたが、さらに磨きがかかったと思います。ちなみにノイズキャンセリング性能を確認するのに日本のパチンコ屋の店内の騒音は素晴らしいテスト環境であることを発見しました。アンビエントサウンドの比較、そして外音取り込み機能のアンビエントサウンド性能も変化がありました。XM6 ではより外音取り込みができるようになっています。XM5 と比べると XM6 では外音取り込みの音が最初は少しうるさいかもと感じました。しかし結果的に XM5 では外音取り込みが不十分で外音の再生ボリュームが低くなっているのかなと思いました。XM6 の外音取り込みはより実際の外音のボリューム、音質に近づいたと思います。まとめ、ソニーの最新のノイズキャンセリングヘッドセットWH1000XM6 いかがだったでしょうか。すべての性能において前モデルより性能がアップしていると思います。特に最新のノイズキャンセリング機能を堪能したい場合、迷わずこのモデルを購入してしまって良いと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画がお役に立てたら幸いです。もしこの動画が良いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。SNS の登録もよろしければお願いします。